2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー7。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。 N ワゴンの後部座席にはご覧のように電源がありません。今回は N ワゴンに未搭載の後部座席側への電源増設の動画です。実装するといろいろなことができます。例えば身近なところではスマホの充電、シート暖房、夏には扇風機、そして AC/DC インバーターなどなどです。方法は運転席下のアクセサリー回路を切り替え式で配線延長します。具体的には運転席側にリレーを動作させるスイッチ回路を組んで ACC 回路を切り替えて電源を送ります。パワー配線ですのでこれには電気の知識が必要です。特に電線保護と許容電流の知識がない方は真似はおやめください。今回取り付けたホンダ用のスイッチホールスイッチです。ラッチ式で押すとオンをホールドします。これで ACC 電源でリレーを駆動させ、イルミ電源で夜間表示の対応ができます。下は今回予備です。他にこのようなスイッチもあります。これはモーメンタリー式ですがイルミ表示ではありません。スイッチの動作表示、緑点灯はついています。今回は予備も考えるのでこのままスイッチホールスイッチを使います。イルミも試してみます。明るくてよくわからないので暗くします。イルミの状況です。それでは引き続き動画をお楽しみください。回路構成。全体回路図です。上がリレー回路、下が複線図です。リレー回路図です。スイッチとパワーリレーを使って ACC 回路を切り替えて使います。スイッチにはイルミ電源で夜間対応もします。各々の部品を結んだ複線図です。これで配線の本数と流れが分かります。各配線は許容電流を考慮してあります。これに従って作業を始めます。スイッチホールのスイッチ調査。イグニッションスイッチの下にスイッチがいろいろついています。パーキングセンサースイッチの下がブランクになっています。ここにスイッチを増設できないか見てみます。中を見てみましょう。ここまでパネルを外すと作業ができます。スイッチはスイッチホールに取り付けられています。このスイッチはモーメンタリー式でラッチではないです。中から爪を開放してスイッチを外してみました。スイッチが隠れていそうでしたが違いました。8ピンのコネクターでこれは MX34 型ですね。受け側は7ピンなので下側は実装されていないでしょう。これではブランクカバーを取り替えてもスイッチとしては使えないようです。これは別の手を考えるしかないでしょう。ネットでこの形を頼りに探してみます。このような表記があるのでこれが参考になります。
ッチホール増設スイッチ。届いたホンダスイッチホール用のスイッチ H03WS です。コネクターは MX34 型 8P です。スイッチは独立2連式で緑の動作表示と緩み付きです。残念なのはオルタネート式、ラッチ式でモーメンタリー式ではないことです。したがって取り替えは NG ですが、予備にもなるのでこれを使うことにします。この黄色2本が上下の ACC プラスです。この黒2本がグランドです。この赤2本がイルミです。残りの青が上下のスイッチ出力です。スイッチ収納ボックスの組み立て。高知製 TW425 です。この中にスイッチを収めます。このケースを使ってスイッチホールと同じ取り付け枠を作ります。四角い穴を開けています。方法はこの後の動画を引き続きご覧ください。ここにネットで購入した先ほどのスイッチを取り付けます。蓋は使いません。中にスイッチのラッチを効かせるためのパッチ、スペーサーを入れています。 2mm2 枚と 0.5 プラス 0.1mm を重ねています。これでちょうどラッチが効く高さになります。表面は蓋の分 2mm ほど飛び出させています。このような収まりになります。製作プロセスは引き続き動画をご覧ください。一方これは同じく高知製の TW547 です。このボックスを使ってこのような形にします。裏はコネクターの穴、表はスイッチの穴です。蓋の裏に中箱を押さえる枠を接着しています。ただ 1mm のアルミ板を L 字に曲げただけです。収め方はこのようになります。小さいビスで閉じ込みます。小さいので取り付けにくいです。
できました。2液性の接着剤を少し盛ってあります。裏の穴が合わないときは少し削ります。これくらいで十分でしょう。蓋をします。終わりました。切り替えリレーの紹介。 12V の C 接点リレーです。 12V20 から 30A 対応です。この押しボタンと組み合わせて ACC 回路を切り替えます。ソケットを組んでおきます。全体回路での位置づけは2分20秒頃の回路構成をもう一度ご覧ください。スイッチ収納ボックスの製作。動画が前後しましたが、スイッチ収納ボックスを加工します。まず開ける穴の内側四隅に小さい穴を開けます。開けた穴同士にカッターで切り込みを入れます。ドリルで真ん中にノコバが入る穴を開けます。ノコギリで対角線を切ったら各辺をペンチで折り取ります。この時各辺の裏側にもカッター目を入れておきます。そうすると各辺が折れやすくなります。取れました。あとはスイッチが入るようにヤスリで調整します。蓋にも同様に穴を開けます。同様に裏側にもカッター目を入れています。このように
四角が大きいほど加工しやすくなります。取れたのでヤスリで調整します。パーツを合わせてみます。あとは爪のかかり具合を調整します。裏側に接続用の穴を開けます。増設スイッチの試験。増設スイッチの試験をしておきます。電圧はこれくらいで供給します。黄色プラスと黒マイナス線をおのおの束ねて電源をつなぎます。スイッチを押すと緑ランプが点灯してテスターに電圧が表示されるようにつなぎました。スイッチを押します。電圧がかかりました。配線をつなぎ替えて下もやってみます。OK です。今度はイルミ線にプラスをパラってみます。ちょっと分かりにくいですが、確かに点灯しています。さて次回は機器の取り付けと配線をします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。